やっぱりねこうやってブルワリーで話してたら絶対大事な話になってくるんですよね。これはねちゃんと取っとかないといけないなという話になってきたんで、ここからはちょっとカメラ回しますよね。で何の話でした何でしたっけ。ラガマフィン念仏者東野多摩伊豆山の大事な話。はい、ラガマフィン念仏者の東野多摩です。今日も、こちらねアメリカテキサス州オースティンのブルワリーに遊びに来てます。飲みに来てます。いい話始まったんじゃないですかこれね。またね今日はねこの間の同僚とブルワリーに来てますよオースティンといえばねやっぱりブルワリーですからね。至る所にブルワリーがありますよ。そしてこのねビールを飲みながら、語り合う、ね、日本もあるけどね居酒屋でみんな行って仕事上がりに居酒屋に行って焼き鳥をつまみながらこうチューハイを飲んだりね生ビール飲んだりするのは、日本のいいなという素晴らしいところなんです。オースティンはねやっぱりこうブルワリーに来てねこうやってビールをこう楽しみながら、日頃のねいろんなこの海外駐在員というこの立場であるがゆえの苦悩苦しみね悩み楽しみねいいところも含めてこうやって語り合うというねそういう時間が大事ですよ。人間ですから我々も。いや今日はでもなんかいろいろありますね。本当にこうやって駐在員として生きていたらこのやっぱりローカルのその現地の人たちのこととの関わりとかそういうね面でおいて全く我々日本人が想像もつかないようなことでイシューを抱えていたりとかそういう人がたくさんいるし、なんというかこのディシジョンメイキングのプロセスもやっぱり違うよね。一般的な日本人の感覚とはやっぱり違うし、何を人生で大事にするかっていうようなところは本当に一人一人それは何か自分の中であるんだよね。これが自分は一番プライオリティはこれだとね、自分のね家族仕事なのかねそう何か信じているものとかいうこともあるかもしれないしね。それは自由だよね本当に。思うところありますよね。やっぱりこうやって働いてたら。最近ねいろいろありましたから。ありましたよ。やっぱりでもなんか、さっきも少しね話してたけど仕事においてもね何でもかんでもやっぱり情報ね情報をたくさん集めてまず情報を集めてでその情報を分析して判断するというのが正しいプロセスのように思われてるけどどうなのと思うよ。はっきり言って今のようなだって世界を見てごらんとねこんなに今日の常識が明日もうひっくり返ってるような世界で生きてるわけですよ。僕らそれでいくら一生懸命ね情報を集めたとてその情報が手元に集まってきた時点でもうそれはもう死んだ情報もあるよね。多くのねいろんな情報があるから
そういうのもあるんだけど、やっぱり情報に頼って何か判断をする、決断をする、選択をするということはちょっと危険なような気がするよ。やっぱりビジネスマンであるんだったらさ、その経験とかその時その時いろんなぶち当たってきた問題にどうやって取り組んでどうやって解決してきたかというような、そういうノウハウとかあらゆるそういう蓄積があるはずじゃん。そういうものがあるのに、まずね、その人が直感的にこうだと、これが問題だとね言ってるのを信じずに、いやこの人が言ってることが信憑性があるかどうかというその情報でそれを確認しようとするような姿勢、そういうものが非常に制限を生んでると思うのよ。日本というね、日本って大括りにしたら変だけど、少なくとも我々が見てるような、我々が所属しているような組織におけるやっぱり問題点というか、我々が実際にアメリカで働いて感じる違和感というのはやっぱりそういうとこだよね。その人を信じていないのかと。情報に頼るということはその人の口から発する言葉より情報の方に重きを置いてるということでしょ。やっぱりそれはね、信頼関係の問題にやっぱりつながってくるのよ。その人のことを信じてないから裏付ける、お前が言ってることをじゃあ裏付ける情報を出せというわけでしょ。そうなってくるとね、やっぱり決断がねブレていく。なぜなら情報というものはどんどん劣化し古くなっていくわけだから。でも人間のマインドというものはその時に適した判断をできる人はできるんだよ。パッとね、直感的に、直覚的に。そういうものはやっぱり信じられなくなったら終わりだと思う。それは自分を信じられなくなったということだから。それはね、自分を信じることができない人が人を信じることはできないでしょ。家族を信じることもできないし、子供を信じることもできない。要するに不安ばかりが先に立って、それを裏付ける何かその合理的なものを欲しがるんだよね。で、私はこういう合理性のもとに判断を下しましたというそのエクスキューズが欲しいんだよね。だから自分の直感を信じれない、つまり自分を信じることができない人が増えてきてるということにつながってるのかもしれないよね。いいのが取れたんじゃないですか。こういう話しかしないですから私たちはね、はい、こういう話しかしませんよ。もう大事な話ですから、これはね。はい、こういう感じで言っていきましょうかね。はい。いい位置にこのビールが置いてあるというね、ここで話そうか。ビールがこの可愛い丸いたっぷりとしたこのふくよかなビールをね、間に挟みながら、このやっぱりね、なんていうか、僕もね、なんで自分がこういうことを考えるような人間になったんだろうと思う時はありますよ。本当に。こういうことというのは、要するに死んだらどうなるんだろうとかさね、自分はおかんのお腹から生まれてきて、で死んでいくというのはわかるけど、でも本当にじゃあこの世に自分が生まれてくる前は自分は何だったんだとか、自分が死んだ後に自分は何になる、どうなるんだとか、そういうことって別に考えなくても
生きていけるのよ、この世はね。別にこの世のことだけやってて、で最後死ぬと、それはもう死というその最後のとこだけそういう世俗を超えた世界にまあ誘われていくんだけど、人間というのはね。でもそこまでは考えない、自分は考えないと、そういう死んだ後のことどうなるかとか考えずに今のことだけに集中して生きていくということもできるわけや。できるというか、ほとんどの人がそうして生きてるわけだからさ。僕もそれで生きられるんなら、まあそうしたかったというような面もなくはないけど、でもやっぱり自分のなんていうのかな、存在そのものがそれでいいのかというやっぱり叫びをね、そういう声を上げてるんだよね、僕の中で。いろんな経験を通して、いろんなやっぱり死の経験だよね。死、自分が死を見てきた、見せられたね、親が自分に見せてくれたんだよね。死ぬということはこういうことだとね。だからそれを自分なりに、死ぬということを、お前も死ぬんだぞと、お前が死ぬということはどういうことかというのを考えろって言われてるような気がしたんだよね。親が見せてくれて、死をね。でもやっぱりそれもさ、人によると思うんですよ。なんというか、まあタイミングにもよるしね。それはそういうもんだと、まあ順番やし、親が死に、そして自分もいつか老いて死んでいくと、そういうもんだということで納得して、もうそれで終わりだと、それ以上議論することもないっていうふうに受け止めることもできるけど、なんかやっぱり僕はそういうふうにはできなかったんだろうね。早かったというのもあるよ、もちろん。親が日本で言ったらもうちょっと生きるね、もうちょっと生きて、もっと醜くなりね、醜くなりというのは、そのやっぱり親子関係がまあちょっとこう自分をもっと見せられるようなね、関係性になっていくようなもんだけど、そういう時間も僕は経験する前に、なんというかいい印象しかない状態で親は去っていったからさ、まあだからなんかまあ分からんよね、本当に。だからこそやっぱりこういう純粋に死というものと、親の死というものと向き合えた変な感情がなかったから、これはどういうことなんだとね。でもやっぱり本当に親を介護したり、まあ本当にそれが辛くて、まあもうこういうことは言いたくないけど、もう早く死んでくれないかなというような気持ちも起こってくるわけじゃん、人間である以上ね。そしてね、親が亡くなっていったという死と、なんでかわからないのに、まだもっともっと一緒にいたかったのに、もっともっと生きてほしかったのに、ある日突然いなくなるというような形で、身近な人が死んで、自分の人生から突然消えていくみたいな経験というのは、なんかやっぱりなんで僕がこういう経験をまあすることになったんだろうとか、僕がコントロールできることでもないしね、なんかやっぱりそういう縁だったんだなとしか言いようがないよね、本当に。と思うよ。どう思う？そういうことに関して。やっぱりね、こうやってブルワリーで話してたら絶対大事な話になってくるんですよね。これはね、ちゃんと取っとかないといけないなという話になってきたんで、まあ、ここからはちょっとカメラ回しますよね。で、
何の話でした何でしたっけ、もう忘れちゃった。自分のインテンションが入ってるのか、仏様の言葉がめっちゃ大事な話でも本当に忘れてた今一瞬。そうでもそれは本当に大事な話ですよ。自分のインテンションから、要するにね、こういうことをね、自分はこの人に伝えたいからとか、そういうものはなんていうか濁ってるんだよね。だって人間のインテンションでしょ、凡夫のインテンションだから、そういうものにはやっぱり絶対に濁りがある。でも仏にもあるのよ、意図。仏のインテンションというのはあるのよ。人間のそれとは全く次元が違うんだけどね、これは大きな大きな願いね。そしてその願うだけじゃないのよ。願うだけじゃなくて、それを実現したいからこそ実現するという意思、そして実現したという実績だよね。それも含めてワンパックで我々は聞かせてもらってるからさ、そういう言葉が響いてくるということが仏の言葉を聞いたということだからさ。だからね、僕を通して僕が言ってること、やっぱりこの人はこの人が言ってるって東野玉さんがの考えに基づいてこういうことを言ってるんだろうなという印象をもし受けるのであれば、それはやっぱり僕がまだ僕自身の自我のインテンションに基づいて何かを言ってるということだから、そういう話はあんまり聞く必要はないですよ。もうどうでもいい話、それはね、僕の凡夫の頭から出てきた、もうなんかしょうもないなんかなんというか自己顕示欲みたいなものともちょっと結びついたような話だから、そういうことじゃなくて、そういう話を僕がしてるときはあまり聞く必要もないけど、なんかあれと何のインテンションも感じないけど、この人は自分に何を今伝えようとしているのかなというような話が聞こえてきたとき、大きな願いというかさ、そういうものが聞こえてきたときは、僕の口を捉えちゃったということなんだよね。僕の口が乗っ取られて、仏様が喋り始めたと、語り出したなというようなちょっと感じる時があったら、その時に僕の言うことを聞いて、それ以外の僕が言うことはもうしょうもないことばっかりだからねもうね、凡夫の頭から出てきたことだから聞かなくてもいいけど、仏様がねこの口を使って語り始めたなとなる時があるんですよ。だって僕も実際にそれを垣間見て、初めて仏の言葉というものがあるんだと、人間の口を通して仏が語るということがやっぱりこの現実にあるんだというものを自分自身が経験したからそう言えるのよね。見たから、本当に見たからね。そういうものはやっぱり見てない人がいくら言ってもそういうことがあるらしいですよとしか言えないけど、自分ははっきりこの目でそういうものを見たね。人間の口を通して仏が今まさに語ってると、語り始めて、仏の仰せが人間の口を通して出てきたなというのを見たことが何度もあるから、だから言ってるんですよ。僕の口を通して仏の言葉が出てきた時にそれを聞いてほしいんだね。僕の口から出てくるようなことは、そこにね僕の意図が感じられたら、それは凡夫の意図でしかない、そういう話をね、聞いてほしいですよね。